Meshtabi Season 5 Konkai no Meshtabi wa Maji de Matatabatai Meshtabi Shalan 3 stars no Omisair Part 116 des 北海道の中年食べまくり夫婦が日本中を食べ歩いて特に美味しかった絶対また食べたいってお店をちゃちゃっとご紹介。それでは早速 Let's get it started. 1. Sapporo Noodles Japonais Tokuichi 中央卸売市場場外にございます。超ネオなラーメン、最近テレビに紹介されまくって混んじゃって大変。2023年2月開業ながら今や札幌ラーメンの台風の目状態。最低30分並びは覚悟が必要ね。はい、こちらは全くラーメンの既成概念にとらわれない名店ですね。ミシュラン一つ星のフレンチシェフがプロデュースしたという全く別世界のラーメン。全国クラスに美味しいラーメンかと思います。札幌ラーメンが食べたいってならここではありませんが、スープが美味しいお店ってぶち焼き結構あると思うんだけど、麺までこんなに美味しいのはここのすごいと思う。あと泡の味変ってのが繊細。なんともフレンチっぽいやり口ですね。もはやパスタのような不思議ラーメン。麺がウルトラうまいから油そばがまた美味しいんです。これはますます並んじゃうだろうから、まだの方は早めに食べておいた方がよろしいかと。パンチの効いたラーメンが好きって方には塩と醤油はおすすめしないけどね。油そばはパンチ好きの方でも美味しくいただけるのではないかと思います。そうだね。でも油そばは季節限定メニューで終わっちゃったけど、あと醤油もなくなって今は塩と液体味噌になってるみたいね。そうなんだ。液体味噌まだ食べれてないんでね。いかにゃね。季節ごとの限定ラーメンも今は黒トリュフと卵っしょ。食べるの楽しみねえ。早起きしなきゃだよ。 2. Nemulo Hanamalu はい、ミスタービーズフェイバリット回転寿司の花丸さん。こちらがその根室創業本店。やはり変わらず行列大盛況のお店ですね。もう根室はそんな観光客なんていないんですよ。寒いですからね。ほとんどが地元の方々が食べらっしゃいます。だって漁業従事者が多いこの町ですごいでしょ。だよね。港町の人々もうならせるこのお寿司。高品質なのにお手頃値段っていうのがまた素晴らしいですね。そうね。安定の安くて美味しい花丸さんね。他店がどんどん値上げする中、値上げ知らずの花丸さん、今じゃ圧倒的に安いんじゃないかな。ねえ、本マグロ赤身が300円ちょぼちょぼなんてなかなかないですからね。今中トロで400円ちょいでしょ。ねえ、また支店が方々にあるけど、どこで食べてもブレが少ないのもポイント高いよね。こんなに店舗数があるのにどこのお店に行っても品質が安定してるのには驚かされますね。北海道外のお店はまだ行ったことないけど、東京は立ち食いが多いのよね。行ってみたい。そしてさすがは花丸さんって思いたいわね。 3. Niseko Del Sol ニセコの人気ピッツェリア。地球規模的大ブレイク中のニセコエリアの人気店。コンパクトなお店なので予約がなかなか取れないようですね。これは実に美味しいピッツァでしたね。生地が美味しい。過去に経験したピザ屈指の美味しい生地でしたねえ、お値段はちょっと張るけど質の高いチーズがふんだんに使われているので致し方なしかな。ニセコだしね。そうだね。カツカレーが2300円の街にしちゃリーズナブルなかななんじゃないかな。ソースの味は強めなんだけど、ソースやチーズがない部分も美味しくってなんぼでもいけちゃう。そんな感じ。素焼きを食べてみたいですね。これいや、そんなのあったっけ。いや、ないけどそういう気にさせられるピザでした。確かに。 4. Kamakura Oxymoron 鎌倉の小町通りにございますメシタビーズ絶賛のカレー屋さん、オクシモロンの本店ね。これはここでしか味わえない非常に稀なカレーなんです。キーマっぽい見た目なんだけど、キーマともまた全く違うコンセプト中華味わい。中華じゃないですよ。美味しいね。しっかりスパイスが効いてて辛い癖になる美味しさ。
本当だ、スプーンが止まらない。正直見た目は本当にそんなに美味しそうには見えないのよね。だけどびっくりするぐらいのトリコ成分ね。でしょう。これは言葉じゃなかなか説明できないんだけど、新しい美味しさを欲しがる人には絶対おすすめの一皿だね。わかる。冒険しない人向きではないけど、貪欲に美味しいの領域を広げたい方にはぜひおすすめしたい一品ね。4種のハーブの配合でいろんな風味になるし、レモン絞るとまたさっぱりと食べられて、何通りにも味変できるから飽きずにわっしゃわしゃ食べちゃう。和風キーマもキーになるんだよね。気になる。そして現在双子玉川のお店が改装中なんで、リニューアルオープンが楽しみ。ね。噛んだよ。そのまま使います。そう。5. Nasu Penny Lane。こちらはシーズン4でご紹介した那須高原のお店。ナイスロケーションのブランジェリーカフェとしては日本一じゃない？間違いないですね。せっかくグルメネタで大当たりのこのお店。栃木はとりあえずここで朝食が食べたいがために那須高原へって感じ？そうね。ぜひそれだけのためにでも訪れたい場所だね。からの宇都宮で餃子って感じ。ペニーレイン優勢ね。せっかくグルメに感謝です。すごい人気でしたね。並んでるパンたちが普通のと違うアメリカンサイズ、いちいちでかいの。パンたちも美味しいけど、ここは芸術点が高いお店ですね。そうだね。日本にはもっと美味しいパン屋さんならいっぱいあるんだけど、こんなに素晴らしいロケーションにあるお店はなかなかない。そしてビートルズ関連グッズがこれほど並んでるお店も他にはないんじゃないかな。至る所にビートルズグッズが飾られていて、ビートルズ世代にはたまらないお店なのではないでしょうか。私はビートルズよくわかんないけど、森の中でカフェオレ飲みながら聴くヘイジュードが最高すぎたわ。マイナスイオンあふれるナスの森の中で In My Life を聴きながら君との朝食は最高すぎたね。あら。 6. Wutsu no Miya Koraku。宇都宮の町外れの住宅街ね。車じゃなきゃ厳しい場所？バスとかでも来れんのかしら？猫に聞いてみて。どうですか？バスで来れますか？ダメですか？以前からここは宇都宮で一番お気に入りの餃子屋さんなんです。さほどスペシャルな感じじゃないんだけども、焼き加減、肉加減、ふっくり加減が最高のバランス。ふっくり加減？いつも食べていたい、そんな餃子なんです。美味しい。私の中で札幌ソウル餃子三好のを超える餃子は存在しないと思っていたけど、結構危ういわね。好楽さん、グラグラ揺さぶられております。生姜強くてニンニク控えめ、日本の餃子っぽいオーソドックスな薄皮でいいわね。水餃子も同じ薄めの皮なので私好み。これ中国の餃子と比べての話ね。焼き加減やっぱり美味しい。好楽さん、ちょっと宇都宮餃子は焼きが控えめのお店が多いと思うんだよね。生姜やニンニクのギンギラ感っていうのかながちょっと苦手だったりするおいちゃん。好楽さんのはしっかり焼きが入っててグータチの旨味が出てると思うんだよね。確かにここ以外のお店は生姜やニンニクがギラギラしてる感じはあるわね。でも皆さんそれが好きなんでしょ？そうなんだろうね、きっと。水餃子もおいちゃん好きなんだけど、宇都宮では好みの子に出会えなかったかな。宇都宮はやっぱり焼き餃子だね。焼き餃子は絶対焼きが好き、ね。7. ニューヨークHigashikawa Kitawushi no Mori Kitalong。素晴らしい施設を発見いたしました。ここはタレコミってわけではなかったんだけど、たまたまね。はい、たまたま道の駅近くの温泉物色していたら一番近くにあったんで何気なく入ってみたんですよね。そしたらあれも驚いたことねえ、ぶったまげた施設でしたね。東川にこんな近代的なかっちょいい施設があったなんて驚きです。なんたってサウナの気合い入り具合がおったまげです。浴室は意外とこじんまりルリコだけど洗練されてる感じで落ち着く。
間接照明だけの暗く静かな茶室。テレビもなく瞑想音楽が小さく流れる超リラックス空間。サウナが2つあって、1つは天井が低いスタジアムサウナ、ハルビアのツインタワーオートロールが入ってて、ロールごとに顔をタオルで覆わないといられないほどに熱くなる。もう一つはセルフロールタイプで、どちらも10人サイズだけど、東川では十分すぎるゆったり感ですね。水風呂は4人サイズ。広くはないけどアンダー15度、長く入っていられないのでもう満タイ。ガラス張りで夜景が見えるサウナ、絵だったな。そうそう、露天風呂だけじゃなくてサウナに入りながらも旭川の夜景が見えるんだよね。ねえ、オートロウリュされた後、蒸気で夜景が蜃気楼みたいにゆらゆら綺麗だった。また湯上がりの休憩スペースもいろいろ楽しいくつろぎ空間でしたね。ねえ、ここは穴場でございますね。旭川フラノステイは東川界隈がおすすめですわね。8. Sapporo Lumiere Ombre。萌えは36の住宅街にございます。チョコレート専門店。お店の外観は至ってシンプルなんだけど、一歩中に入ると魔法の世界にいるみたい。ショーケースには何とも魅惑的なケーキたちが並んでおります。なんか独特の世界観って感じよね。はい、そしてこちらはこれですね。カカオ 70% のチョコソフトクリームが美味しいんですね。一口食べてびっくり。濃厚だけどくどくない。逆に爽やか。食べ終えても喉が渇かないというチョコアイスは初めてです。おじゃん、チョコ系アイスほぼ食べないんだけど、これはうまいんですわ。そしてこの新種のナマコみたいな形状のお菓子たち。はい、全く見たこともないナマコたちだったんでね。これはエクレアじゃないんだよね。そうなの。一見エクレアっぽいこのお菓子が、これまた衝撃的な美味しさでね。どうしてこんなに他と違う美味しいお菓子ができちゃうのかなと思ったら、そうなんです。なんとチョコレートの巨匠ジャンポール・エヴァン直伝のショコラティエさんらしいのです。ジャンポール・エヴァンのねえ、素晴らしいですね。札幌にこんなに美味しいチョコレート屋さんがあったなんて。そうなのね。9. Miyazaki The Beach Burger House。すっごーい、カリフォルニアみたい。行ったことないけど羨ましいですね。こういうビーチ沿いのお店が近所にあったら、スケボーと犬とラジカセ担いで散歩したいっす。昭和すぎるイメージが。こういう南国ビーチ系ビジュアルに弱いんですよね。北海道生まれは強烈に憧れてますんでね。はい、そうなんです。そしてこちらのお店、これ完全ビジュアル系素敵お店かと思ってたんですよね。したっけ。ハンバーガーがすんげー美味しい。ちゃんとしてはる。バンズ、パテ、ソース、野菜全部が美味しいの。このピクルスソース連れて帰りたい美味しさね。はい、驚きでした。ロケーション頼みで味は二の次って店をたくさん見てきてるのでね、非常にちゃんと美味しいのが嬉しかったっす。はい、日本トップを争う美味しいバーガーかと思いますよ。ロケーションは完璧だし、店員のお姉さんは可愛いし、ぜひ晴れた日に朝食をいただきたいお店だね。スケボーと犬とラジカセ担いでね。ラジカセはいらん。でもこういう場所の近くに住むっての憧れるね。でしょう。 10. Tokyo Today's Katsu Curry. Pangnia。はい、こちらはカツカレー特番で何度もご紹介しております飯旅おなじみのお店ね。そうなんです。カツカレーチェイサーことKatsu Curry Chaser。バポジさんが愛するカツカレーの中で現在のところ最強クラスのカツカレーなんです。下北沢の裏路地の裏路地、超ディープなところにございます。こちら2009年開業のパン屋さん。それでもおいちゃんまだ10年ぐらいのお付き合いかな。このマハーカツカレーは衝撃的、異端的、革命的なカツカレーなんです。こんなに爽やかなカツカレーは他にはありませんからね。爽やかカツカレーが。はい、サラシャバなほぼスープカレー状態のカレーなんですけど、あ、スープカレーっぽいのね。あ、ほんとシャバシャバ。スリランカっぽいのかしら。あ、スリランカっぽいね。トマトっぽい爽やかなスープ状のカレーにターメリックライスでしょ。あら、まるでスープカレーじゃん。そしてこの真っ黒いとんかつっすよ。黒。これはイカスミ入りのパンで作ったパン粉を使ったカツなんです。
なるへそ。なるへそ。これがカリッと揚がってて、シャバいカレーに浸してもぐちょっとならずにいい塩梅なんだよね。サクサクとした衣と柔らかいロース肉のバランスがオツでございます。これはどこにもないカツカレーだ。そんなに美味しいんだ。お値段はお高めだけどね。いやいや、札幌のスープカレーに比べたら安いでしょう。確かに。よかったね。美味しいカツカレー見つけれて。はい、嬉しいです。昭和から愛され続ける伝統的なカツカレーとは全く違う新時代のカツカレーでございますが、美味しいものは美味しい。それが全てかと思います。ですな。だけど、さらなる美味しいカツカレーを探し続けますよ。美味しいカツカレー情報お願いします。11. Tokyo. Dote no Isaya. 箕輪にあります創業128年、現在4代目となる老舗天ぷら屋さん。うちの揚げ物好きの旦那が日本一という天ぷらをいただきにやってまいりましたよ。この建物は2010年に有形文化財に登録されたそう。128年も経ってるの？さすがは江戸でございますね。はい、11時オープン。30分前に到着も10人ほど待ち人。油に火入れしてごま油の匂いが外まで香ってくると、皆さんざわざわしだしていておかしい。なるほど。ここは時間かかるんだよね。おいちゃん前来た時、食べ終わるのに2時間ぐらいかかったからね。そうなの、かかりますわね。はい、丁寧なんです。ねえ、姫古代の天ぷらにエビ、イカのかき揚げ、結構ボリューミー。この姫古代美味しいんだよね。北海道だとさ、大概キスとかなんだけど、そうそう、ふっくら身厚で美味しかったでござる。お上品なのかと思いきや結構ボリューミーでびっくり。でもドンタレがサラッとタイプだったんでペロッといけちゃいました。確かに美味しい。これは素晴らしい天ぷらでございました。でしょう。12. Sapporo. Gelateria Torinosu. こちらはイタリア協会主催国際コンクール世界4位入賞、100人しかいない日本ジェラート協会認定マエストロのお店ね。はい、ジェラート特集の時に食べててすっかりお気に入りになったお店。まずこのタイプの冷蔵庫っていうのが注目ポイント。そうそう、さすがは世界大会入賞ジェラート。メシタビーズ結構ジェラート屋さん食べ歩ってるんですけど、このポゼッティっていう昔ながらの筒型のポットタイプのジェラートケースを使ってる店3軒しか見たことないですからね。驚きましたね。さすが世界大会入賞のジェラート。北海道ではここだけじゃないかな。はいはい、鎌倉で行ったイタリア人の高級ジェラート店と同じタイプね。このジェラートショーケースの店に美味しくない店はねってね。このタイプはフレーバーごとに蓋ができるために空気に触れる回数が減り、酸化による劣化を防げるんだそうなんだ。だからあんなにねっとりしたジェラートができんのかな。ねえ、ねっとりしとる。パルテンザっていうプレミアムジェラートが高いんだけど、独特の柑橘が入ったようなチョコ感でうまいんだよね。ソルベ系も爽やか、スイカはスイカそのまんまって感じ。プラムの酸味がメリハリになってきめ細かいねっとり感は他のお店とは全然違ってました。知らなかったですね。ジェラート特集を組まなきゃ巡り合えないお店でした。ありがとうです。ありがとうです。タラちゃん？はい。それイクラちゃんだね。13. Naha. 10 to 10. 札幌で初めて沖縄そばを食べて感動したグリーンはどうしても来たかったお店なんです。そうなんです。札幌にもすんげー美味しい冬菜さんっていう沖縄そばの専門店がありましてね。その冬菜さんがリスペクトしているっていうこの沖縄そばのお店もぜひ来てみたかったんです。ってことでね。はい。そうなんです。風遊斎さんについてはこちらをご覧くださいね。近代の麺打ちに一般的に使用されている乾水の代わりにガジュマルなどの硬い樹木の木塊を使う沖縄の伝統的製法の木塊手打ちそばをいただける貴重なお店。何？もう一回言って。沖縄の伝統的製法の木塊手打ちそばをいただける貴重なお店なの。
スープはあっさり優しいカツオだし、麺が独特の平打ち縮れ麺でもっちりした歯ごたえで美味しい。もう一回手打ちのお店ももう一軒食べたけど、ここがピカイチだったね。間違いない。また食べたいな。もう一回行く。 14. Sapporo Jingisukan Shirakumar. ずーっと探していた美味しい札幌のジンギスカン。ここはだいぶお高いんですが、一度は食べておかなきゃ北海道のジンギスカンは語れない、そういうお店かと思います。確かにうまい。だけども高い。そう気軽にはいけないお値段なんだけども、ここは外れないっすね。圧倒的な美味しさが味わえるお店かと思います。外国人相手に高い単価で商売って観光客ホイホイ言ってんじゃないのよね。ね、本当にうまい肉っていうのを知り尽くした肉のプロがやってるから、こんなに違うんだなって思いました。ねえ、いろいろ説明してくれて、なるほどねってね、めちゃめちゃ納得しちゃったんですよ。ねえ、長年の謎が解けましたって感じよね。だけど話すと長くなっちゃうんで、興味のある方は北海道ジンギスカン選手権を見てみて。15. Sendai Katsusei. 仙台といえば牛タンでしょと思うかもしれませんが、意表をついて、ここは宮城ナンバーワン行列のとんかつ屋さん。飯したビーズが恋に落ちたとんかつ屋さんが仙台にあります。これは1000円のとんかつじゃありません。これが1000円なんて信じられない。全くだ。何でも値上がりしまくりのこのご時世に、今でも1000円でやり続けてくれてる大将すごすぎる。とんかつで豚肉があんなとろけ方するなんて初めて。知らなかったですね。牛でもは溶けないぜ。ねえ、感動のとんかつでした。大トロみたいなとろけ方したよ。今とんかつ特集の撮影で日々1000円くらいのとんかつ食べてるんだけどさ。信じられないね。同じとんかつとは思えません。びっくりだぜ。でも年1回ぐらいしか食べられないのが悔しいです。仙台だからね。あと何回食べれるかな。こら早く行こうね。 16. Sapporo N43. 飯旅では何度もご紹介していますこちらのお店、素晴らしい眺望が窓いっぱいに広がるお店でございますんです。なぜにか他のメディアではあまり紹介されてないようなのでね。古い店だからかな。そうね。もし私たちが札幌に住んでない旅人だったら、絶対札幌に来るたびに訪れるであろう場所ね。そうだね。スペシャル度で言えばここより素晴らしい店ってあんのかなって感じ。確かに食事の店ってんじゃないし、アクセスが難しすぎるってのはあるけど、スペシャル感は格別。函館山のレストランも眺望は素晴らしいけどね、ムードも含めてここは素晴らしいお店なんです。カウンターの窓から四季折々の景色を楽しむには最高の場所なのでございますですね。札幌の高級住宅街伏見の高台から、バブルの崩壊、リーマンショック、空前のインバウンドツーリズム、40年にわたり札幌の街を見守ってきたここのレストランバー。40年経っても色褪せないってすごいよね。絶対なくなってほしくない場所だね。そうだね。Jakaino Meshtabi wa Maji de Mata Tabatai. Meshtabishalan 3 stars no o misap final des. Otonoshimini. See you soon. ちなみにさ、ペニーレーンってのはポール・マッカートニーが住んでたところからリバプールへ向かうバス通りの名前なんだって。知ってた？通りの名前。なるほど。レインじゃないんだ。よくさ、カタカナでペニーレインって書いてるからさ、すっかり雨のことなのかなって。ペニーってコイン、1セントコインの雨が降ってんのかなと思ってた。全然違う。レーンね。シムズレーンのレーンと一緒だね。レーン、通り？おいちゃんにとってのパラムシーだ。パラムシー？タイのラマ4世通りっていう通りの名前なんだけども、おいちゃんが話せる数少ないタイ語の一つ、パラムシー。パラムシー。
話せるタイ語って鳥の名前でしょこれ。そうでも本当は住所がクロントイっていう住所なんだけど、クロントイ、それはね話せないんだよ。なんでクロントイで通じないの？通じたことが一回もないの、タクシーのうんちゃんに。だからしょうがなくパラムスイってとりあえずクロントイだって言っても、はクロントイみたいな、ちょっとできない発音なんだよね日本人。クロントイで悲しいことに本当に一回も通じたことがなくて、住んでる場所は、で日本人が住むゾーンじゃないから、あとね、スクンビットじゃないのみたいな。いやまたマニアックなとこなんだよな。そうなんだ。クロントイ人と同じとこにね、同じことをしたがらないタイプなんでね。でラマ4世通りってだからすごい駅前通りみたいなことでしょ札幌。いや国道みたいな。一番センターなのがそのスクンビット通りっつって、もうとにかくそこ渋滞が半端ねえのよ、だからあえてずらして一本ずらしてね、そのマニアックな方に住んだんだけどそれでもえげつない渋滞でしたわ。すごそう。前もなんかで話した。大概タクシー安いからタクシーでどこでも行くんだけど、タクシー呼んで、その運転手がまたアムヌイって言うんだけど、カタカナで書くとアムヌイなんだけど、発音が難しいんだよね。アムヌイみたいな感じのなんか抜けんだ。アムヌイそれで1時間アム終わヌイ呼んで、タクシーに乗って、なんか下向いて本読んでたか携帯打ってたかなんかしてた。30分ぐらい経ってもうそろそろ着くかなと思ってふって見上げたら、まだアパートの前にいたんで、それぐらい渋滞するんです。それでも料金は発生するんだよね。もちろんだけど1時間乗っても1000円ぐらいなの。今は倍ぐらいかな。じゃないのかな。でも安いと思うけどね、行きたいなタイにこれはいかんと思って速攻バイク買いに行ったよねさすが。その渋滞ね、たまんないでしょ、そのゴルフ行くたんびに渋滞にはまって行きも帰りもさ1時間とかかかったら、だから高速インターがここ近いなと思って、ラマ4の高速インターのそばに住んだんだけど、そのゴルフ行く時はいいわけよ。だけど反対の街に向かう時にやばい渋滞。今はどうなのかな。だいぶ緩和されたの。確かめに行こ美味しかったね。昨日食べたタイヌードル。美味しかった。クイティアオ。初めてじゃない？クイティアオの美味しいの食べれたの。値段が10倍ぐらいしたけど。タイの。1000円ぐらいだったでしょ昨日。そうだね。いつもね飲んだ帰りに食ってたんだよクイティアオ。美味しい屋台が夜遅い時間になると出る屋台があって、そこで20バーツだったかな。当時で780円。安っ。今調べたらね、120円ぐらいだった。でも安いよ。相場まあでもだいぶ上がってんのかな、50バーツか。だから200円ぐらいになってんのかな。でもそんなもんよ。タイもね物価が上がってるとは聞きます。もうちょっと円高になってもらわないとねちょっとみんな海外に行った人たちの YouTube 見てたらさ破産っつってるよね。えげつない。いやそれはそうでしょ。この為替レートでサーチャージも